こんにちは皆さん。今日は2024年9月の天体配置がどのように影響を与えるか一緒に見ていきましょう。2024年9月は星々の配置によって多くの変化が予想される月です。特に10月12日に冥王星が逆行から順行に戻ることが重要なポイントです。9月3日、冥王星がヤギ座に再突入。新月、火星と海王星のスクエア。冥王星がヤギ座に戻ることで、古い体制を維持しようとする動力が一段と強まるでしょう。しかし、冥王星は隠された真実を明るみに出し、古いシステムの欠陥や不公平さを浮き彫りにします。この影響で自然災害や地震のリスクも増大する可能性があるため警戒が必要です。9月3日の新月は新しい始まりを象徴し、新しいプロジェクトや計画のスタートに最適なタイミングです。同時に地震や自然災害のリスクも高まるとされています。火星が双子座で海王星とスクエアの関係を形成するため、新たな始まりや極端な変化が強調される時期です。特に政治的には政府や指導者に対する不満が噴出し、新たな動きが見られるかもしれません。9月6日、月と金星のコンジャンクション。天秤座で月が金星とコンジャンクションを形成するため、人間関係や外交において調和が求められます。国際関係では新たな協力関係が築かれる可能性があり、礼儀を重んじる交渉が成功の鍵となるでしょう。9月7日、水星と天王星のスクエア。この日は通信やテクノロジー分野での突然の変化が予想され、国際的なニュースや政策においても予期せぬ出来事が発生する可能性があります。また、同様に自然災害に関連する予測できないイベントが起こる可能性もあるため注意が必要です。9月8日、太陽と土星のオポジション。この日は現実的な制約や困難に直面することが多く、特に政治や経済で厳しい判断が求められる時期です。9月11日、月と土星のスクエア。この日は感情的な衝突や制約を感じることが多く、国際関係や外交問題で緊張が高まるかもしれません。9月12日、水星と火星のセクスタイル。太陽と木星のスクエア。水星と火星のセクスタイル。行動力とコミュニケーションがスムーズに進み、政治的には協力が進む可能性が高い日です。太陽と木星のスクエア。楽観主義が過剰になりがちな日です。経済的な判断には特に慎重さが求められます。9月13日、月がヤギ座で天王星とトライン。この日は突然の変化や革新が強調されます。社会的な変革も進むでしょう。9月14日、月がヤギ座で冥王星とコンジャンクション。この日は権力や支配に関連する問題が浮上します。特に政治的な力の変動や隠された問題の表面化が予想されます。9月15日、金星が天秤座で木星とトライン。この日は調和と繁栄が強調され、人間関係や国際関係が改善する時期です。特に外交的な成功や経済的な利益が期待できるでしょう。9月18日、満月。満月のエネルギーがピークに達するこの日は、地震や自然災害のリスクが再び高まるとされています。また、感情的な緊張も高まり、社会的な対立が表面化する可能性があります。9月18日、水星が乙女座で土星とオポジション。この日は厳しい現実に直面することが多く、特にコミュニケーションや取引において慎重な対応が求められます。
経済的な制約が強まり、調整が必要な時期です。9月19日、太陽が乙女座で天王星とトライン。この日は革新や突然の変化が強調されます。新しい技術やアイディアが社会に大きな影響を与えるでしょう。9月21日、水星が乙女座で木星とスクエア。この日は過剰な楽観主義や過大評価に注意が必要です。特に経済や政治においてリスクを過小評価しないように心がけましょう。9月22日、太陽が乙女座で冥王星とトライン。この日は変革や再生が強調されます。特に政治的な変動や社会的な変革が進む時期です。古い体制が崩れ、新しい秩序が生まれる兆しが見られるでしょう。冥王星は一人の人間の変化に対する無能性を強調するため、自然界のイベントも起きやすくなるでしょう。9月23日、金星が天秤座で冥王星とスクエア。この日は力関係や権力争いが激化する可能性があります。特に国際関係や政治において緊張が高まるでしょう。9月24日、水星が乙女座で天王星とトライン。この日は革新や新しいアイディアが強調されます。特に地震や自然災害のリスクが依然として高いため注意が必要です。9月25日、水星が乙女座で海王星とオポジション。この日は現実と幻想の境界が曖昧になりやすい時期です。特に政治的な混乱や誤解が生じる可能性があります。情報の精査が求められます。9月26日、水星が乙女座で冥王星とトライン。この日は深い洞察力と変革の力が強調されます。特に政治的な決断や社会的な改革が進む時期です。9月27日、月が獅子座で金星とスクエア。この日は感情的な衝突や対立が起こりやすい時期です。特に人間関係や国際関係において緊張が高まる可能性があります。9月28日、月が獅子座で木星とセクスタイル。この日は楽観的なエネルギーが高まり、人間関係や経済活動が活発化するでしょう。特に国際的な協力や成功が期待されます。9月30日には月と金星の機会を促す楽なセクスタイルと火星と土星の調和的なトラインがあります。9月30日、月が乙女座で金星とセクスタイル。この日は調和と平和が強調されます。特に外交や人間関係において良好な結果が得られるでしょう。9月30日、火星が蟹座で土星とトライン。この日は動力と忍耐が報われる時期です。特に政治的な交渉や経済活動において安定した進展が見られるでしょう。9月は新たな始まりと終わりが強調される月です。この機会に個人や社会として変革の一歩を踏み出す時期となるでしょう。変化を受け入れ、柔軟に対応する姿勢を持つことが成功の鍵となります。ご視聴いただきありがとうございました。